今回は折り線について解説をしていきたいと思います。ペーパークラフトを制作する上でパーツに筋を入れて、その部分で折り曲げるということがよくあると思うんですけれども、その時に印刷面がこのように割れてしまって中の紙の内側の部分が見えてしまうということがあると思うんですが、今回はきれいに曲げる方法ですね、そちらを解説していきたいと思います。まずはアクリル板を用意します。表面のフィルムを剥がしていきます。今回のアクリル板の厚さが 3mm なので、ネジの長さも 3mm のものを用意しました。ネジの直径が 2.9mm ぐらいなので、それより少し細いドリルでアクリル板に2箇所穴を開けていきます。定規がアクリル板の中心に来るように置いて、その位置でネジ穴を開ける場所に印をつけておきます。印をつけた箇所にドリルで穴を開けていきます。それではネジを取り付けていきます。今回は六角穴がついているネジにしてますけれども、これは特に何でもいいんですけれども、定規を固定したいので、合わせた時にずれないようなネジであれば、どのようなものでも大丈夫だと思います。これで2箇所ネジをつけ終わりました。定規をネジに合わせて置いて、P カッターを使って溝を入れていきます。溝の深さについては、今回は P カッターで4回ぐらいなぞっています。これでネジに合わせて定規を置くと、必ずその位置に溝が来る形になるので、そこにパーツを挟み込んで折り線をつけるという形になりますね。それでは実際に折り線をつけていきたいと思います。動画の冒頭では悪い例をお見せするためにニードルで線を引いてましたけれども、実際はあまり先端が鋭くないヘラのようなものでなぞるのがいいと思います。それでは実際に折り曲げてみます。
印刷面への影響が少なくなっているのが見えると思います。こちらが裏面ですね。折り線の部分が内側に少し膨らんでるのが見えると思うんですけれども、こちらが P カッターでつけた溝に入り込んだ部分っていう形になりますね。裏側の折り線部分が内側に膨らんで逃げているので、表の印刷面への負担が軽減されているので、印刷面があまり割れることがなく折り曲げることができているんだと思います。フレームに貼り付けるスキンのパーツなどの場合、上級者の方の中にはこの内側に膨らんでいる部分を削り取る加工をされている方もいらっしゃるようです。それでは実際のキットのパーツを使って試作をしてみたいと思います。折り線を溝に合うように置いて上からなぞります。折り曲げてみるとさほど印刷面に影響はないように見えます。裏面も内側に紙が逃げているのが見えると思います。続いては先ほどのツールを使わないでカッターボードの上でそのまま折り線をつけた場合ですね。映像では少し分かりにくいんですけれども、折り曲げるのに少し力がいるのと、折り曲げた部分が少しよれているのが見えると思います。こっちがツールを使わなかった方で、こっちがツールを使った方ですね。使ってない方が少し印刷面が割れてるのが見えるかと思います。こちらがツールを使わなかった時の裏側ですね。でこちらが使った時の裏側ですね。明らかに違っているのがわかると思います。ツールを使った方に比べて明らかに印刷が割れて下の白い部分が見えているのがわかると思います。折り線がビシッと決まっていると完成した時のキットの見栄えっていうのが全然変わってくると思いますので、ぜひ試していただければと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。